耐えろジョルノ・ジョバーナ。早く話さねえと、拷問はさらに続くんだぜ。実を言うとな、涙目のルカは始末された。あれじゃあ、生きててもしょうがないってんでな。お前が心配することは、ジッパーでバラバラにされた後のことだ。お前、スタンド使い。俺の能力が見えていたのか。ルカをやったのは、貴様だったのか。ジョルノ・ジョバーナ。お前の能力、相当侮ってはいかん能力らしい。始末させてもらうぞジョルノ・ジョバーナ。始末させてもらうぞジョルノ・ジョバーナ。手がかりは、亀と、奴の気絶した相棒。そこから、奴の秘密が解き明かせるはず。ダメだ。あのスタンドに触れるだけで、老化が急速に進んでしまう。こいつも老化していない。俺たちとの違いといえば、手に持つ氷。まずは、この老化の秘密を暴かなければ。なぜ、俺やトリッシュは平気なんだ。この老化の速い遅いは、何の違いなんだ。あの竿の力に引っ張られたままだと、吹っ飛ばされてしまう。逆に動いて耐えなければ。まるで、10年も修羅場をくぐり抜けてきたような、凄みと、冷静さを感じる。こいつには、小細工は通用しねえ。ぶっ殺してやるってセリフは、終わってから言うもんだぜ。俺たち、ギャングの世界ではな。ダメだ。奴があの状態の時に攻撃すると、攻撃を返されてしまう。そこにボスの秘密があるのだが、せめて、上に行くまで、なんとか、この地下から脱出するまで、持ってくれ。トリッシュが目を覚ましたのなら、父親など、最初からいなかったと伝えておこう。貴様に、俺の心は永遠にわかるまい。やはり、あんたの能力、無敵だが、動きを読めるのは、短い時間だけらしい。トリッシュ。これは、お前、いつスタンド能力が。パニックになるな。決して走るな。何をやっているんだ。追いつかれる。タイヤをパンクさせれば、大きな音を出すことができる。ここが一番地面が泥化している。ということは、奴はこの下にいる。事態は悪化している。この男を殺すように行かせたら、こいつは暴走する。奴はなぜ、地中にいる時にこちらの位置がわかるんだ。必ず何かあるはずだ。奴が地中にいる時にこちらの場所がわかる。その方法が、こいつ、地中にいる時は、音でこちらの位置を感知しているのか。覚悟はいいか。俺はできてる。ディモールト・グラッツェ。こいつ、俺が何をしようとしているのか、わかるのか。おや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 。どうだい。ブルっちまう特技だろ。どんな正体か知らんが、大した実力ではないと判断するぜ。一旦距離を置いてから、貴様を始末させてもらおう。まさか、だろお前の能力。相当侮ってはいかん能力らしい。こいつ、まるで10年も修羅場をくぐり抜けてきたような、凄みと冷静さを感じる。もうお前には、どうすることもできない。俺の体、もう少し、ほんのちょっぴりでいい。動いてくれ。もう少し持ってくれ。見せつけるしかないんだ。こいつ以上の覚悟があることを。吐き気を催すほどの邪悪を感じる。勘のいいやつだ。しかも、なかなか素早い。そうか。温度差か。奴は体温の変化で男女を区別して攻撃していたのか。ということは、とりあえず氷で冷やしている間は老化はしない。しかし、氷はいずれ溶けてしまう。どうやら、氷を補給しながらの戦いになるな。奴はこの列車のクーラーを止め、男より温度変化が遅いトリッシュと、冷えた飲み物を飲んでいた俺とが老化しなかったということか。お前をこの列車から追い出せれば、老化も解除され、5人の部下も復活し、娘も守れる。貴様の位置がつかめないのなら、その周囲すべてを攻撃する。奴の絶対の自信となっているあの針。逆に攻撃に利用できれば、奴を倒せる。あの針、なんとかしなければ。あの動きを止めるには、あえてかわさない。今、奴の心に隙がある。その隙を突く攻撃は、奴のこの糸を利用する。この糸で首を絞めるには、ここなら、壁一面にジッパーをつけて、身を隠すことができる。この影は、
奴が吹き上げた泥の落ちてくる位置。この大きさなら姿を隠すことも可能か。今のタイヤを破壊することで鼓膜を破壊した。これでお前は地中では何も見えない。昨日話した新しい仲間を連れてきた。ジョルノ・ジョバーナだ。お前らも知ってると思うが、先日自殺したポルポには6億円の隠し財産があった。ポルポが死んだから自動的に金は我らのものとなった。俺はこの金を組織に収めて幹部の座を手に入れる。ペリーコロさん、わざわざお越しいただいてありがとうございます。はい。ちゃんとここに。ボスですって。よし。じゃあナランチャ、お前が買い物に行ってくれ。だが、どうやって移動する？娘を連れて移動すればするほど危険は大きくなるんだ。指令送信。ポンペイの遺跡に行け。そこの犬の床絵のところにキーが置いてある。それを見つけろ。そのキーは私のところまで娘を安全に連れてこれる乗り物のキーだ。君たちが取りに行かなくてはならない。命をかけてキーを手に入れろ。フーゴ、アバッキオ、ジョルノ、3人でポンペイに行き、キーを手に入れてくれ。このポンペイで手に入れたキーに書かれてある指示に従って列車に乗ったが、ネアポリス駅6番ホーム1号車前にある水飲み場にいる亀にこのキーを使え。そして列車にて娘をベネツィアまで連れてくること。追伸。君への指令はベネツィアにて終了する。水飲み場で亀は捕まえてきたが、亀にキーを使えとは一体どういうことなんだ。まさか亀の甲羅にこの八角形のキーと同じ形があるぞ。この亀の甲羅にキーそのものをはめ込むんだ。なんだこの亀は。めり込む。まさかこの亀スタンド使い。どうやらここは亀の中のようだ。どういう仕組みになっているのかはわからんが、とにかくこれなら安全に列車に乗ってベネツィアまで行けそうだ。落ち着けミスター。まだここがバレてるわけではない。多分この敵は俺たちがこの列車のどこかに乗り込んだということだけを知り、そして彼女を探し出すために列車全体を無差別に攻撃しているんだ。ミスター、お前が敵を倒しに行くんだ。俺たちのスタンドパワーと体力がなくなる前に。ジッパーでお前をこの列車から追い出せる。廊下さえ解除すれば5人の部下は復活する。娘も守れる。何よりも困難で幸運なくしては勝てない戦いだった。次はお前の番だ。こいつのこの面構え、さっき食堂車で見たときこんな目をしている男ではなかった。ボスからの新しい電子メールが来た。全員無事だろうか。娘を護衛してくれていることに感謝する。最後の指令を送る。ベネツィアの入り口、国鉄サンタルチア駅前の彫刻のところへ行き、像の中の OA ディスクを手に入れよう。以上。ジョルノとミスター、お前らは車でこの指示にあった国鉄サンタルチア駅前へ向かい、ディスクを手に入れろ。残りの奴らは俺とボートで目的地に向かうぞ。今回はトリッシュを守るため二手に分かれて行動する。ボスからの指令を改めて確認するぞ。最後の指令を伝える。これより君たちが向かうサンジョルジョ・マジョーレ島にある大鐘楼の塔の上に娘を連れてくること。なお、護衛は一人のみである。当然だ。俺が行く。さあ、トリッシュ。命令通り、二人だけで上陸するんだ。それはどうかな。あんたの能力、無敵だが、動きが読めるのは短い時間だけらしいな。時間の先を読んでいない。閉じろ、ジッパー！ボス、時間の先を見てみるがいい。すでに1階に登っている俺が見えるはずだ。1階まで登って逃げてこれた。が、自力で逃げるのは無理。ジョルノ、この境界から脱出するんだ。急げ。説明は後だ。急げ、ジョルノ。ジョルノ、亀の中にトリッシュを入れよう。ボスの正体さえ知ることができれば、こちらからの本体への暗殺の可能性が出てくる。なんとかしてボスの正体を探さねばならない。よし、次に向かう場所はサルディニアだ。そこにボスの正体がある。ジョルノ、なんだそれは。敵のスタンドか。ならば本体はこの木のどこかに潜んでいるということなのか。ジョルノ、お前が両腕を失ってしまったら誰がその傷を治すというのだ。ジョルノ、早く敵スタンドをこの木から放棄しなくては。スティッキーフィンガーズ。なんとか奴を追い出したが、なんてことだ。
ジョルノ。重傷だ。とにかく、傷の手当てをしなくては。亀の中に入れよう。ジョルノのスタンドは、両方の拳で叩いて能力を発現する。両腕を失ったジョルノは再起不能だ。トリッシュ。少し休むんだ。サルディニアには予定通り着くだろう。トリッシュ。それ以上動くんじゃない！ゆっくりだ。トリッシュ。ゆっくりとこっちに来るんだ。エンジンだ。動くものに追いついて、それを取り込む能力のこいつが、この木のエンジンを取り込んでいる。この飛行機は、不時着させるしかないか。さあ、ゆっくりだトリッシュ。そいつは今まだ、エンジンのエネルギーを優先に構っている。パニックになるな。決して走るな。わかってるな。急いだら攻撃される。無敵だ。強すぎる。無敵の能力だ。エンジンが爆発する前に、この飛行機を不時着させるしかないか。トリッシュ！バカな！トリッシュ！バカな！追いつかれるぞ！何？どういうことだトリッシュ！コックピットに入っても、奴にドアを破壊される！よし、クソ野郎！ここに、ボスの過去と正体があるのか。敵はすでに来ていたのか。よし。俺とナランチャで崖の上を調べに行く。アバッキオ。お前はすぐにムーディーブルースでリプレイに取り掛かれ。必要な時間はどのくらいだ？ 5 分でやるんだ。そして、ムーディーブルースのリプレイで、ボスの正体が分かり次第、ここを去る。ナランチャン、行くぞ。男が倒れている。生きているのか？あの男は多分、暗殺チームのリーダーだ。そして彼は、そこで誰かに邪魔者として殺されたのだ。両者とも、予想以上の能力だったので、生き残った方も今負傷しているのだ。もう一人の奴はまだ近くにいる。そいつはとても危険な、組織の追っ手だ。何？どこの岩陰だ？当然違う。一般人だ。追跡している奴と、どこかですり替わったんだ。わからん。一体、これは、この場は直ちに去らなくてはならない。すべては俺の責任だ。この場所からは、もうボスの手がかりはつかめない。これは命令だ。ナランチャ、アバッキオも覚悟の上、ここに来たのだ。出発するぞ！インターポールの記録に侵入してもダメか。貴様何者だ？名を名乗れ！お前はスタンド使いのようだが、ボスを倒す方法を知っているのか？手に入れる。だと、ローマだと。さっきからお前は俺たちに何をさせたいのだ？俺たちがこれから手に入れなければならない。秘められたその矢の使い方とは何だ？あんたの話には確証がない。しかし、何者か知らないが、ボスが聞いたら、あんたを始末しに来るのは確かだ。あんたを信じよう。落ち合う方法は？何のために、こんな修正が？よくやったミスター。ナランチャを亀の中に入れろ。中にいるジョルノに、傷の手当てをしてもらうんだ。まず、ここは、どこにいるかわからない本体を探すよりも、この村を脱出する方が得策だ。しかも、俺たちが優先することは、一刻も早くローマに向かうことだからな。とにかく、ローマ市内に急ぐのだ。ミスター、ジョルノ、聞け。なんだ、この音は。上だ！追ってきたぞ！ヘリコプターだ！ミスター、あのヘリはお前の弾丸射程に入っているか？いや、絶対に撃墜しなければならん。必ず始末しろ！これは、体の力が、急に、目も霞んで、きた。まさか、時間切れか。いずれ来るとは、思っていたが、こんな時に行かなくては。階段を、登るんだ。トリッシュ、君に会えてよかった。負傷した俺を、こうして連れてきてくれたんだからな。俺の名は、ブローノ・ブチャラティ。あんたがボスを倒す可能性を持っていると言ったから、信用してここまで来た。あるはずがない。トリッシュは組織のものではないが、俺たちの仲間だ。スタンド使いでもある。あんたが見つけたんだ。レクイエムの破壊の仕方を。個人個人の自分の精神の背後にある、この何かを、壊せばいいらしいな。俺のを完全に破壊すれば、暴走したスタンド、レクイエムの能力は消滅して、入れ替わったすべての謎は、すべて元に戻る。てめえ、一体、貴様、組織のものか。海猫だ。海猫だよ。ありゃカモメじゃねえぜ。海猫だ。どうやって見分けるか？にゃーにゃー鳴くのは海猫だ。お前はカモメって言ったが、ありゃ海猫の間違いだ。やってみろ！
おめえがどこにいるのか分かった。引きずり出されなきゃな。さっきデッキを殴ったのは、アバッキオを探すためじゃない。船底に穴を開けるためだ。アバッキオはお前がどこに潜んでいるのか謎を解いた。それを自ら証明して言ってくれたもんでな。お前がどこに潜んでいるのか、どうやって見分けるのか。アバッキオの血だぜ。アバッキオは、わざと拳を傷つけて流した血を俺に見せてくれたんだ。血の流れは、デッキの床下に落ちていなかったんだ。血のりは途切れていたんだ。デッキの表でぷっつりとな。アバッキオの体は、デッキの下にはいないってことだ。つまりどういうことか。どこに引きずり込まれたのか。もうバレたんだ。溺れんのが嫌ならよ。出てくることだな。船は2隻あった。ヨットの上にもう1隻のヨットを薄っぺらにかぶせて隠れていたんだ。貴様はその表面の薄っぺらの船の中を移動して、俺たちを攻撃してやがった。てめえは姿を現した。そんなシャバい脅しにびくついて、ギャングがやってられるかどうかは、てめえ自身がよく知っているはずだ。やめれば許してやる。だが、アバッキオを刺した瞬間、てめえの命も取る。ジョルノが言った通りだ。隠れて攻撃する能力ってことは、それが弱点。呪い野郎だぜ。お前が、ジョルノ・ジョバーナか。涙目のルカが空港の外れにぶっ倒れてた。誰がやったのか、調べる。空港の警備員に聞いたら、お前がそこにいたことを教えてくれた。ルカはギャングなんだぜ。奴のボスは自分の顔に泥を塗られたと思って怒っている。俺ね、人が本当のことを言ってるかどうかを汗とかで見分けるんだ。汗の味を舐めればもっと確実にわかるから。お前に質問する。空港で涙目のルカに会わなかったか。汗をかかないね。よし、信じよう。ところで、その手の中のものは何だい？ルカの右目だぜ。汗をかいてる。どうせ意識がねえんだから持ってきたんだ。この味は、嘘をついている味だぜ。ジョルノ・ジョバーナ。俺の名はブローノ・ブチャラティ。答えろよ。質問はすでに拷問に変わっているんだぜ。これがジョルノ・ジョバーナの能力か。こいつ俺をやる気だ。マジだ。構造のくせにこの俺を始末しようとしている。嘘は言っていない皮膚と汗だ。こいつにはやると言ったらやる。凄みがある。犯人を生かして連れてこいとは言われていない。ここでやり合ってもいいが、お前のこの異常な能力に触れる危険はもう懲りるんだ。少し離れろ。一旦距離を置いてから貴様を始末させてもらおう。何をやっている、ジョルノ・ジョバーナ。なぜ俺への攻撃をやめる？なぜとどめを刺さない？だとしたらどうだと言うんだ。お前が勝手に攻撃をやめたからといって俺がお前を殺すってことには変わりはないんだぜ。なんだって？もう一度聞く。本気で俺たちの組織に入団すると言うんだな。いいだろう。ルカをやった犯人は探せなかったことにし、お前が組織に入団できるように紹介しよう。お前の気高き覚悟と黄金のような夢にかけよう。ジョルノ・ジョバーナ。任務は遂行する。部下も守る。お前ごとき両方やらなくっちゃならないってのが幹部の辛いところだが、覚悟はいいか？
いつ、いつの間に亀を持ってきやがったんだ。亀ごと中の俺の仲間を叩きつけようってのか。さっきお前の目の中には固い決意を持つ気高さを見た。だが落ちたのはただのゲス野郎の心。アリーベデルチ。そんなことを心配する親子はいない。あのエレベーターに乗って搭乗へ行くぞ。トリッシュ。何？トリッシュがいない？まさかボスが俺たちに護衛の任務をさせたのは自分の娘を自らの手で始末することだったのか。予定が変わった。奴を始末する。今ボスはこの教会の地下にある納骨堂でトリッシュを始末する気だ。やるのはそこしかない。トリッシュだけが倒れている。大丈夫か？しっかりしろ。やはり追跡はバレていたのか。どこだ？どこにいる？来るぞ。ボスは柱のそばにいるな。そこだ！食らえ！柱の陰にいたのは俺だ。まだだ。まだ終わっていない。護衛の任務はまだ続いている。トリッシュは俺自身の命令で護衛する。分かった。担当直入に言おう。トリッシュを連れ帰ったのはたった今俺がボスを裏切ったからだ。ボスは自らの手で自分の娘を始末するために俺たちに彼女を護衛させた。それが俺には許すことができなかったから裏切った。このまま俺と一緒に行動すれば同じ裏切り者になってしまう。お前たちとはここで別れよう。共に来る者がいるならボートに乗ってくれ。ただし俺はお前たちについてこいと命令はしない。俺が勝手にやったことだからな。俺は自分の信じられる道を歩いていたい。後悔はない。今は逃げるだけだがボスの弱点は必ず見つける。自分の歩く道は自分が決めるんだ。だが忠告しよう。来るなならんちゃお前には向いていない。行くぞ。ボートが離れたのならお前たちは裏切り者となる。ミスター、ヘリに集中しろ。絶対に逃がしてはならない。この男は俺が相手をする。行けジョルノ、走るんだミスター。味なことか。あとは任せたぞジョルノ。気にするな。みんなによろしくと言っておいてくれ。俺はそうなるべきだったところに戻るだけなんだ。元に戻るだけ。ただ元に。それでいいジョルノ。気にするなジョルノ。俺たちがここまで到達したことが完全なる勝利なのだ。これでいいんだ全ては。運命とは眠れる奴隷だ。俺たちはそれを解き放つことができた。それが勝利なんだ。動きがゆっくりだ。痛え。鋭い痛みがゆっくりやってくる。ジョルノがスローなんじゃなく俺の意識だけが鋭く暴走しちまってるんだ。歯がゆっくり。
そうか。温度差か。奴は列車内に暖房をつけ、温度の変化で俺を老化させる。氷で冷やしている間は老化しない。氷が溶ける前に次々と補給しながら奴と戦うことになるな。今のタイヤを破壊することで鼓膜を破壊した。これでお前は地中では何も見えない。スティッキーフィンガーズ！スティッキーフィンガーズ！そら！おら！くらえ！甘い！効かんな。何？そうか。これはスティッキーフィンガー！くらえ！ありゃ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 アリーベデルチ！閉じろジッパー！開けジッパー！ここだ！走れジッパー！